皆さんこんにちは、近藤美蔵です。前回の動画では、意識の統合についてお話しいたしましたが、今回はその前に起こる自己統合についてお話ししたいと思います。統合する前に、それぞれの自己統合がなぜ必要であるのか、自己統合したらどのようになるのかも含めて、少し掘り下げてご説明したいと思います。それではシリウス中継、スタート。ご存知のように、ツインレイと出会うと、自分の闇と向き合うことを促されます。これまでの人生の中で蓋をしてきた、ネガティブな自分の姿を嫌というほど見せられるため、それはとても辛く厳しい時間でもあります。せっかくツインレイと出会ったのに、どうして見たくもない闇を見なければならないのでしょうか。そこには主に2つの理由があります。一つはネガティブな感情を手放すため、そしてもう一つが自分自身を統合させるためです。では、自己統合とは一体何なのでしょうか。それは陰陽調和した自己となること。陰陽調和した自己とは、光と闇が融合した本来の自己の状態。でも、その表現だと少しわかりにくいと思いますので、私が思う自己統合の状態を付け加えると、それは癒されたハートが開かれて、感情が常に安定している状態。地に足がついている、すなわちグラウンディングがしっかりとできている上で、思考が明瞭である状態。自分の中心にぶれないパワーを持って、上にも下にもしっかりとつながっている状態であると理解しています。しかし、自己統合に向かうことは容易ではありません。その理由は、自分の中にある最もネガティブな領域を受け入れなければならないからです。ツインレイの道を歩む中で、闇を吐き出している自分を見ていると、自分を受け入れることから、むしろ遠ざかっているようにも見えるかもしれません。本当の自分はもっと輝いているはずなのに、こんな自分は自分ではないと思うかもしれませんが、心配しなくても大丈夫です。本来の自分からどんなにかけ離れているように思えても、ツインレイの道を歩んでいる人は自分を受け入れることに近づいています。なぜなら、自分を受け入れるためには、仮面を落としたありのままの自分でなければならないからです。世の中には生き生きと輝いて見える人たちがたくさんいます。特にネガティブを吐き出している最中は、そのような人たちとは、程遠い自分のように思えたり、惨めな思いや嫌な気持ちを味わうかもしれません。しかし、どんなに輝いて見えたとしても、その人たちの姿が本当の姿であるとは限りません。キラキラと輝いて見える自分を本当の自分だと思い込んでいることも案外多いと思います。そしてそれはこれまでの自分自身にも言えること。なぜならツインレイと出会うことで、これまでの自分が本当の自分ではなかったことにやがて気づく日が訪れるからです。本当の自分を知ることは自分を受け入れるために必要です。そして仮面をかぶった状態である限り自分を受け入れることはできません。なぜならそれが本当の自分ではないことを自分自身が知っているからです。自分を受け入れている人とは自分の内側の光も闇さえもすべてを知り尽くした上で受け入れてきた人です。自分を受け入れているからこそネガティブな自分を超えるポジティブを持つことができます。その理由は
弱さを受け入れた瞬間から、内なる光と闇が融合して、弱さは弱さでなくなるからです。自己統合している人は、自分のネガティブを恐れないため、内側に自信を持っています。そして、その人の本質が輝いているため、必要以上に自分を誇示したり、素晴らしく見せようともしません。ありのままの自分で、人生を恐れなく歩めるからです。最も弱い自分を受け入れたことで、ネガティブな感情が湧き上がってきても、それを完全にコントロールできる状態にもなります。でも、ツインレイと出会うことで、自分の中にあるネガティブは、すべて消滅するのではと思っている方もいらっしゃるかもしれません。しかし私は、人間の中から完全には、ネガティブを消し去ることはできないと思っています。その理由は、宇宙のすべてがそうであるように、私たち人間も陰陽の上に成り立っているからです。スピリチュアルな世界では、人間は本来光であり、ネガティブは悪であると思われがちですが、赤ちゃんに喜怒哀楽があるように、人が泣いたり怒ったりすることは、本来自然なことで、ネガティブな感情が湧き上がることは、決して悪いことではないと思っています。大切なのは、ネガティブな感情が表に現れたとき、いかにその感情をコントロールできるかどうか、理性を働かせて、黒い方向に引っ張られることなく、白い状態をキープできるかどうかだと思います。ツインレイの道を歩む私たちが向かっているのも、陰陽統合された本来の自己で、二人が統合を迎えるためにも、それぞれの自己統合が必要になります。それは、お互いが本質の自己に戻らなければ、統合を迎えることはできないからです。もうこんな自分は嫌だと思いながら、散々闇を吐き出している間に、ある日、大して素晴らしくもない、ありのままの自分が、なんだか無性に愛しいと思えるようになったら、自己統合が始まったサインかもしれません。以上です。今回は内容をまとめることが難しくて、少しまとまりのない話になってしまったかもしれませんが、自己統合の理解とその必要性を少しでも知っていただければ、ツインレイの道を越えていく力になると思っています。ツインレイの統合において、自己統合は最も重要な必須項目で、実際お互いの現実の状況が整っていたとしても、それぞれがまだ未熟な状態であると、現実的に一緒に生きることはできません。それは、二人が一緒に生きること以上に、宇宙は個々の自己統合を促しているからだと思います。それではシリウス中継を終わります。